どうも、あつしです。今回は試合でよく見る審判のジェスチャーと試合の見方について解説をします。それでは早速始めます。試合を見ててもどっちが勝ってるのか優勢なのか分かりにくいとか、そういうことを聞いたりするので、試合の中での反則を受けた時の状況、そこからどういうふうな試合の流れになるかというのが審判のジェスチャーとかそういう動きっていうのが分かっていると試合の見方がよく分かるかと思いますので、その辺のところを解説できたらなと思います。柔道の試合っていうのが相手を投げて、1本取ればそこで終わりですので1本を取ろうとすると。で1本にならなかった、もうちょっとで1本っていうのが技ありで、技ありは2つで1本になる。でそれ以外に今はこの有効って言って、技ありにはいかないんだけども相手を倒したっていうところで有効のポイントがつきます。この相手を投げたりとか抑え込んだりっていうところも技のポイントになりますけども、この技のポイントが多い方が勝つっていうのが一応試合のルールなので、投げて有効でも取ってたらそこで試合が終われば有効を取ってた方が勝ちになる。そもそも柔道っていうのは組み合わないといけないので、相手と組み合うと組んでから投げたりとか技をかけたりっていうことが始まるんですけども、だからこの組むっていう動作、自分が有利な組み手になって相手が不利な組み手になった方が当然技をかけやすいし相手を投げやすくなるの。相手も当然自分がいいところを持って相手に組ませないようにしたいとかっていうことが起こると。だからね、組み手争いっていうのが起こりますよと。そこが柔道の試合の流れで大事なところというかポイントになるところ。自分が有利になって相手に組ませないような組み手になると。組んだりとか離したりとか切ったりとかっていう動作があると。ただこれを繰り返してしまうと当然試合が進まないので、切ったりとか組み合わない状態になると審判がこういうジェスチャーをして、それを犯している指導の反則が来ると。組み合わないので組み合って試合をしてくださいと。でここでこの指導が来ると選手としては当然組み合わないといけないので、そこでちょっと試合が動くというか組み合って技をかけに行くっていうところが始まると。で組み合うのも組み手によっては、特に喧嘩四つとかの相手の場合っていうのは襟を持った状態でこの袖の取り合い、これも自分がいい方を持った方が当然投げやすくなる。だから自分が組みやすいところを持った方がいいんだけども、相手に有利なところになっていると切ったりとかして離してこっちは組み合わないという状態になると、これも組み合わないのでこういうふうにジェスチャーをするとこれもしっかりと組み合いなさいよっていうところっていうのがポイント。組み合わないと当然投げることができないけども、いいところを先に取られてしまうと不利になっちゃうから自分だけ組みたい。でもその状態は当然相手もそうなので、そこで組み手争いが発生します。組み手争いで組み合わない状態が来ると反則が来るので、反則が来たら指導は3つ取られてしまったら反則負けでそこで試合が終わってしまいます。なので指導の数っていうのも累積してしまうと負けにつながるので、指導を取られたらそこから例えば組み合わないんだったら組み合って技をかけていかないと負けてしまうので、そこで試合が動くことになります。審判としたら同じ反則の場合1回よりも2回目の方が短い時間で取るっていうこともあるので、同じ反則が取らないようになるべく組みに行こうとすると。っていうのがまず一つ、組み合わないところをしっかりと組み合ってっていうところが試合を見るところのポイントになります。で柔道のルールとしては技をかけてないと反則になってしまいます。なので組み合ってからはそこから攻撃をしないといけない、投げに行こうとしないといけない。なので技をかけないとこの腕をくるくる回してこういう指導がつくと。これは技をかけてない時にかけてない選手に対して消極的柔道とかって言われたりしますけど、要は技をかけなさいよと、かけてないですよっていうような指摘。この技のかけるかけないも最後の相手が崩れるような感じで技をかけてないというのが審判が見てるところ。例えば足だけこうやってなんていうんですかね、かけてるとかしててもあんまり攻撃してるっていうふうには見られないと。あくまでも技をかけて相手が崩れて投げそう、もうちょっとで投げれるかなというのが攻撃をしているっていうふうに見なされる。そこも一つポイント。ただ柔道っていうのは
当然技をかけるとそれに対して返されるリスクもあるので、技をかければいいっていうものではなくて、相手を崩してかけるっていうのが理想なんですけども、相手も防御してくるのでいろんな対処をしてくる中で技をかけないといけないと、そこの辺の技の駆け引きっていうところが柔道の試合を見るところで注目して見ているといいかなというところ。組み合ってからじゃあ技をかけると。で技をかけるにしても相手をちゃんと投げるとか倒すっていう力が加わって投げる動作、これがお互いにだから掛け合ってれば技をかけなさいよっていう指導は来ないので、なんか攻撃をするっていうところが一つポイント。攻撃をせずに例えば腕を突っ張って腰を引いたりすると、腰を引いてしまうと相手は技をかけにくくなってしまう、防御している姿勢に見られて腰を引いた姿勢で指導になる、逃げてる腰を引いてるっていう時に見られる。特にこの防御姿勢っていうのは自分が先にポイントを取った、有効技あり取った、で残り時間がこのまま過ぎればポイントを取ってる方が勝つので、リスクを冒して技をかけるっていうよりも逃げた方がそこで時間が終了すれば勝ちになる。ただそうすると試合として見てる方も面白くないので、今のルールは積極的に技の攻防、攻撃し合ってるっていうのが今の柔道のルールです。守ってたりすると反則になります。あとは欠けてる振り、偽装攻撃、かけ逃げって言われて入った時に手が離れてしまう、わざと離すのもそうですし、相手がものすごくこらえてて離れてしまうっていうのも偽装攻撃になると。上から下に手を下ろして指導と、こういうジェスチャーで来るのは要はかけ逃げだ、さっきの相手を崩そうとして投げてる技ではないので、しっかりと相手を崩そうというか倒そうとするように投げなさいよっていう指導で、このかけ逃げに関しては先ほどもじゃあ攻撃をすればいいのかっていうことで、技をかけてるんだけど要は返されない程度の技を繰り返す、入ってはすぐ戻るみたいな、これはバットアタックとかって言われたりするんですけど、これも一応かけ逃げの中の一部に含まれるので、相手を倒すような、投げるような、崩れるような動作をするっていうのが一応攻撃をしているというふうに見なされますので、その辺のところを気をつけながら柔道の試合を見るというところがポイントになってきます。なのでよく見る試合のジェスチャーとして技のポイントと、あとはこの反則、消極的な柔道、技をかけなさいっていうのを組み合わないとか逃げてるとか、今の柔道のルールは大枠は組み合って技をかけなさいよっていうのが大前提。そもそもの柔道の技、型とかでは相手の力を利用して投げるっていうのが技の原理だったりするんですけども、それをしておくとその攻撃している時間がちょっと少なくなってしまったりとか、見てる方がつまらなくなってしまったりとかっていう理由で今は積極的に攻撃すると、組み合って攻撃するっていうのがその柔道のルールの前提ですので、それをもとにまずは組みに行くと。で組みに行くのも自分が有利なところを組みたい、で相手にはそんなに組まれたくないということで組み手争いがあると。そうすると組まない状態が来るので指導が来やすいよと。で指導が来ると累積で反則負けになってしまいますので、その反則が来た、また試合が再開する時に少し試合が動くことがあるので、その辺のところを注目すると。技をかけて投げるのも柔道で返し技とかっていうリスクがあるので、強引に入りすぎると投げられてしまうかといって、ものすごくいい組み手で崩してかけれればベストなんですけども、なかなかそうもいかずに技をかける時にちょっと無理してでも入ると。でそれで返されるリスクもあるけど技に入らないといけないっていうバランスっていうんですかね、それが柔道の駆け引きとかいうことになる。技の行くふりをして反対に返しに行こうとした時に逆の技で行くとかっていうところが分かってると、試合を見るとも少し変わってくるかなと思いますので、この駆け引きのところとルールのところ、そこを理解していただけると、あまり柔道を知らずに見る機会が多い人はそういうところも注意してぜひ柔道を観戦してみてください。では今回は柔道の試合でよく見る審判のジェスチャーと試合の見方というところについて解説をしました。今回の動画が参考になったという方はチャンネル登録、高評価、コメントなどしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。ありがとうございました。
今回は試合で夜、試合でよくで、ここでこの指導が来ると審判じゃないわ、選手としてはこれも反則になってしまいます。反則になってしまいます。あと何かある？優勝してる柔道の試合を見るポイントとして全然聞いてへん動画を最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。それでは次の動画で会いましょう。